こんばんは、クリミナルです。今回はアメリカのシリアルキラーをご紹介します。その男は約4ヶ月の間に13名の尊い命を奪ったシリアルキラー。男は声を聞き、カリフォルニアを地震から守るべく犯行に及んだ。ハーバート・マリンは1949年4月18日、カリフォルニア州サンタクルーズに生まれた。彼は厳格なローマカトリックの家庭で育った。彼の父親は第二次世界大戦を経験した元米兵で、帰還後は家具のセールスマンをしていた。マリンは背が小さかったが、学校の人気者で、スポーツも得意で、成績優秀だった。礼儀正しく上品で、同級生からは将来最も成功しそうな人と言われていた。マリンに不安定の兆候が現れたのは16歳の時だ。彼の親友が交通事故で亡くなってしまったのだ。マリンはひどく悲しみ、亡くなった親友のために寝室に祭壇を設けた。当時マリンにはガールフレンドがいたが、自分は同性愛者になったかもしれない、と打ち明けている。17歳の時には声が聞こえるようになった。マリンはこの声を死の歌と表現している。いわゆる妄想型統合失調症の兆候である。マリンは23歳までに3人の医師から統合失調症と診断されている。その後マリンは18歳から24歳まで精神病院に入退院を繰り返しながらカブリロ大学で芸術学を学び、準学士号を取得している。1968年にはサンホセ州立大学に入学したが、この頃から症状が急速に悪化し、独り言や徘徊を繰り返すようになった。また、友人に薬物を勧められ、それに手を出してしまったことで症状はさらに悪化した。彼の家族もマリンの異変に気づいた。ある日家族で夕食を共にした時、マリンは義理の兄のモノマネを急にし始めた。最初はただの冗談かと思われたが、マリンは義理の兄の挙動をひたすら真似し続けた。マリンの気候は収まることなく、突然丸坊主にしたり、自身の性器をタバコの火で焼いたりした。また、かなり年上の女性と交際し、共にハワイ旅行に行ったが、現地でその女性に捨てられ、帰りの飛行機代を両親に無心したこともあった。他にも彼は借りていたアパートの床下に誰かが潜んでいると思い込み、床に向かって叫び続け、アパートを追い出されたこともあった。その後彼はサンフランシスコに移動し、そこでボクシングを始めた。センスがあると見込まれたが、試合で負けたことで突然辞めてしまった。なお、ボクシングに打ち込んでいる期間は彼は正常だった。しかし辞めた後はすぐに症状がぶり返した。次にマリンは海兵隊に入隊しようとしたが、軽微な犯罪歴があったことと様子がおかしいことで入隊を拒否された。その後マリンはある妄想をするようになった。それはベトナム戦争で犠牲となったアメリカ人のおかげで予言された地震からカリフォルニアは守られているというものだ。そして1972年夏、マリンはサンフランシスコでヒッピーのコミュニティに参加しようとした。しかし海兵隊の時と同じく様子がおかしいことから拒否された。ショックを受けたマリンはサンタクルーズの実家に戻り、そこで新たな声を聞くようになる。それはカリフォルニア沿岸を地震から守るべく人を殺めろという声だった。この頃の彼は殺人は聖書の伝統であると考えていた。これがマリンによる犠牲者である。マリンは1972年10月から翌年2月までの間に13名を手にかけた。1972年10月13日、マリンは最初の犯行に及ぶ。彼は車を運転している時に不老者のホワイトを見かけた。マリンは車を止め、ホワイトに近づくと、車が故障したからエンジンを見てくれないかと声をかけた。ホワイトがボンネットを開けエンジンを見ていると、マリンは背後から野球バットで頭部を殴打し撲殺。遺体は近くの藪の中に遺棄した。マリン曰く被害者のホワイトは聖書のヨナである。
ホワイトは私に人々を救うために私を殺めてくださいというメッセージをテレパシーで送ったと語っている。10月24日にはヒッチハイクしていた女子大学生ギルフォイルを車に乗せ、いきなり胸をナイフで刺した。ぐったりとした彼女を森の中へ引きずっていき、そこで腹部を切り裂き、腸を取り出した。そして取り出した腸を木の枝に引っ掛け、じっくりと鑑賞した。なぜこんなことをしたのかというと、マリン曰く環境汚染の状況を確認するためだそうだ。彼は環境汚染が進むと大地震が発生すると考えていたのだ。なお、後に触れるが、マリンによるこの2件目の犯行は、同地域で活動していた別のシリアルキラーの犯行と見られていた。11月12日、地元サンタクルーズの教会に立ち寄ったマリンは、透明司祭と会話を交わした。ここでマリンはまたも声を聞いた。マリン曰く、苦しむ自分を救うために透明司祭は自らが生贄になると発言したという。もちろんこれもマリンの幻聴である。するとマリンは透明司祭を何度も殴打し、背中と胸を6カ所刺して手にかけた。その後マリンは銃も取り扱っていた自動車部品屋を訪れ、銃を手に入れた。このタイミングでマリンは薬物の使用をやめている。そしてマリンは学生の頃に自分に薬物を教えた同級生ジェームズ・ジャネーラの家に向かった。ただマリンは家を間違え、ジャネーラの知人であるキャシー・フランシスの家を訪れた。二人は初対面であったが、フランシスは快くマリンを家に招き入れた。するとここでマリンに幻聴が生じた。フランシスとその子供たちは自分の生贄になりたがっている。その声を聞いたマリンはフランシスの胸をナイフで刺し、頭部を銃で撃ち抜いた。子供たちも背中を刺され、頭部を銃で撃ち抜かれた。その後マリンは家を荒らすことなくジャネーラの家へと向かった。ジャネーラは結婚しており、家には妻のジョーンがいた。ドラッグの話に花を咲かせた後にマリンはジャネーラを撃った。その後シャワーを浴びていたジョーンも撃った。マリンによる犠牲者はすでに8名に達した。警察も捜査に当たっていたが、フランシスとジャネーラの件はドラッグの密売絡みのトラブルによるものだと考えていた。1973年2月10日、サンタクルーズの実家から2マイル離れたレッドウッド国立公園を訪れたマリンは、10代の若者たち4人がキャンプを楽しんでいるのを見かけた。若者たちはただキャンプを楽しんでいただけであったが、マリンには環境を破壊しているように見えた。すると彼は全員を撃った。次がマリンによる最後の犠牲者である。2月13日午前8時、マリンは車に乗り辺りを徘徊していた。すると庭いじりをしていた男性ペレスを見かけた。マリンは50メートルほど離れたところに車を止め、車の窓から身を乗り出した状態で22口径のライフルを構え、ペレスに向けて銃を発射した。弾はペレスの胸に命中し、彼は亡くなった。弾が命中したことを確認したマリンは悠然と車で去っていったが、この一部始終の光景をペレスの隣人が目撃していた。隣人は車のナンバー、特徴を記憶しており、それを警察に伝えた。現地警察はすぐさま捜査を開始。すると警官がマリンが乗った車を発見し、彼を逮捕した。逮捕時、マリンは全く抵抗しなかったが、自分はやっていないと全面否認した。しかし車の中からは拳銃と22口径のライフルが見つかった。また、マリンが逮捕されてから1週間後、彼が殺めた若者たち4名の遺体が発見され、弾道の分析によってマリンのライフルが使用されたことが判明した。こうしてマリンが一連の事件の犯人だと判明した。するとマリンは態度を翻し、自供した。自供調書を見ると、マリンが全くもって普通ではないことが伺える。声が自分を世界の救世主だとした。サタンが体の中に入り込んでくる。人を殺めることでカリフォルニアを地震から守ることができる。
これで何万人という人々を救うことができる。世界では毎日誰かが死んでいる。暗黒に寄付しなければならない。救世主は毎日誰かを手にかけなければならない。歴史的に世界は誰かを殺めることで地震を防いできた。小さな災害は大きな災害を防ぐのです。死の歌を歌いましょう。こうしてハーバート・マリンは有罪となり、終身刑を言い渡された。2021年の時点で、ハーバート・マリンは仮釈放を10回拒否されている。彼は仮釈放を強く望んでいるが、今後釈放される可能性は低いものとみられる。ハーバート・マリンは勉強もできてスポーツもできた明るい人気のある少年でした。家庭環境も悪くなく虐待を受けることもありませんでした。しかし彼の親友が事故で亡くなった後におかしくなり始めました。最初は自分は同性愛者ではないかと自身を疑うようになり、次に声を聞くようになります。それはカリフォルニアを地震から守るため人々を殺めろというものでした。ただ、この声を聞く以前に、両親による自身への期待、マインドコントロールがかなり強力だったとマリンは話しています。そして薬物に手を出したことで幻聴を起こしたとも語っています。マリンは逮捕直後は意味不明な言動を繰り返していましたが、長年投獄され、すっかり正気を取り戻した彼は、罪を認め反省していました。シリアルキラーは幼少期に抱いた性的空想に基づき犯行に及ぶことが多いですが、マリンの場合は空想ではなく妄想です。彼は金品などに興味がなく、被害者の家を荒らす行為は一切していません。純粋に声に従っていたのです。なぜマリンがこんなにも地震が起きると考えていたかというと、1906年4月18日にサンフランシスコ大地震が起きたこと、1949年4月18日に自分が生まれたこと、1955年4月18日にアルベルト・アインシュタインが死亡したこと、これらが頭の中で直結したと言われています。ハーバート・マリンはシリアルキラーの分類の中では幻覚型と呼ばれるタイプです。統合失調症は思春期から40歳くらいまでに発症しやすい病気と言われています。このタイプはいい家庭環境で育った者もおり、このハーバート・マリンがまさにそうです。このタイプの犯行は混沌としていて、明確な論理も動機もなく、現場に大量の証拠を残していくことが多いです。また、他のシリアルキラーは理想の獲物を探し、それに執着する傾向があります。ただ幻覚型は相手を選ばず、自宅周辺で犯行に及ぶことが多いです。マリンのケースでは明確に狙ったのはジャネーラのみです。このジャネーラはマリンに薬物を勧めた人物です。彼を狙った理由は自分がおかしくなったのは彼のせいだという思いがあったのでしょう。ここで一つ補足しておきたいのは、統合失調症の方が犯罪を起こしやすいというわけではありません。これは日本のデータですが、令和2年の検挙人員総数は約19万人。そして精神障害者の方や精神障害の疑いのある人が検挙されたのは約1900人で、総数に対して 1% に過ぎません。精神障害者の方が犯罪に及ぶ割合は一般人よりずっと低いのです。話を戻しますが、当時の現地警察はカリフォルニア州サンタクルーズで同じような事件が多発していたため混乱していました。恐ろしいことに同時期、同地域にもう一人のシリアルキラーが存在していたのです。それがエド・ケンパーです。マリンによる二人目の犠牲者は当初このエド・ケンパーの犯行と見られていました。エド・ケンパーとマリンは同じ刑務所に投獄されており、そこで交流がありました。マリンは投獄された直後、突然大声で歌ったり、わめいたりしていたので、他の受刑者からかなり嫌われていました。すると見かねたエド・ケンパーがマリンに水をかけた後に、マリンの大好物であるピーナッツを与えると、マリンはエド・ケンパーに従うようになったそうです。それ以降マリンは歌いたくなった時はエド・ケンパーに許可を得るようになったといいます。
最後になりますが、皮肉なことにマリンが逮捕されてからわずか8日後にマグニチュード 5.8 の地震がカリフォルニアで発生し、約100万ドルの損害が生じました。しかしそれはマリンの犯行が止んだことと全く関係がないということを付け加えておきたいと思います。